どうも、大キングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は任天堂スイッチですよ。こちらの新型について、どうなっていくのかっていうね、見ていきたいかなと思います。実はね、この次世代機の、噂っていうのがあるんですよね。ここ気になりますよね。普段はね、結構 Apple 製品とかを、リークとかを見てるんですけど、次にじゃあ登場するやっぱ製品っていうのは、めっちゃ気になるというか、僕が一番気になってるんですけど、せっかくなんでね、皆さんとシェアしたいと思います。僕自身もやっぱスイッチで、フォートナイトとか、スプラトゥーンとかですかね。大好きでもう仕方ないんですけど、一生やれますよね、あれ。今のスイッチもいいんですけども、次のものですよね。じゃあどうなるのかっていうところ。こういうのやっぱ考えるだけでもなんか楽しくないですか？もちろんね、今回あくまでその予想とされているものではあるので、わかんない部分っていうのが多いので、予想として楽しんでもらえればと思うんですけど、ぜひちょっとコメントとかいただきたいと思ってまして、今のスイッチのここにちょっと不満があるよとか、こうなってほしいよとかあればですね、ぜひコメントいただければなと。逆にシンプルになんか質問みたいなんでもいいんですけども、僕の場合だとやっぱこのスティックがね、弱すぎるっていうあのスティックすぐ壊れないですか？シェアしていただくとですね、皆さん参考になると思うので、当たり合おうじゃないかっていう感じですね。普段は結構 Apple 製品のガジェットとかもそうなんですけども、正直にね、こうレビューした動画だったりとか、本当にこれいいなって思った製品とかね、ガジェットだけを紹介して配信していきますので、そういった動画をこれからも見逃したくないよって方はぜひね、チャンネル登録お願いいたします。セールのね、情報とか、お得に買い方みたいなのも発信してますので、まずじゃあなんでその次のスイッチが、そもそもなんでじゃあ2023年に登場する可能性があるのかっていうところなんですけども、ここは割と結構単純なんですけど、最近のその任天堂ね、周期を見ればわかるんですけど、だいたい2年っていう周期で製品のアップデートっていうのが来てるんですよね。まずそこが1個かなっていうところで、例えばじゃあこのスイッチの発売時期っていうのを最近遡ってみますと、初代のスイッチがこれ2017年の3月に登場してます。今のスイッチですね。そして2019年にもこれが2つ登場してまして、まず初代のこのスイッチのちょっとバッテリー改善版ですね。見た目一緒なんですけどっていうのと、スイッチライトですね。手軽に遊べるスイッチ、持ち運べるスイッチっていうところでカラフルなモデル。そして今の最新モデルであるスイッチの有機 EL モデルですね。OLED。2021年に登場しますっていう感じで、もうここでもう勘のいい方ね、お気づきかと思うんですけども、最初言った通り、そうです。2年ごとに何かしらアップデートっていう形で登場してるんですよね。ってことは、今年何年でしょうか？はい。2023年ですね。ってことは、ちょうど21年から、2年後っていうところで何かしらこう新しい形、アップデートのようなものがあるんじゃないかっていうところはあると思います。で、2022年をちょっと振り返ってみると、2022年はソフトですね。いろんなものがこう充実した年だったのかなっていうところで、例えばさっき言ったスプラトゥーンとかね、3がね、出たりとか、あとポケモンですよね。スカーレットとかバイオレットとかアルセウスとかですね、そこら辺あたりがかなりね人気が実際出てたと思うんですけども、僕はフォートナイトばっかりやってたんですけどスプラトゥーンもやってましたけど、ただこれは繰り返すのもそのやっぱ話題性にやっぱまだまだ欠けるっていうところは、実際あるかなと思います。2022年のソフトの売上ランキングっていうのがあって、これちょっと僕見て思ったんですけど、さっき言った通り、上位3つぐらいですかね、多分これ全部のソフトの売上だと思うんですけど、3つぐらいがかなりこうぶっちぎりの状態というか、ポケモンとかスプラトゥーンとかがめちゃめちゃ強いんですよ。でこれ裏を返せば言い方悪いけど、それ以外はなんかあんまり売れてないというか、そこまで言わないけども、もちろんね、その任天堂も株式会社で、利益をね、追求する会社なんで、株主の方からね、こう見ると、この調子で2023年も大丈夫かなっていう感じはして、かなりやっぱソフトも偏ってますんで、ってなる気がします。はい。僕が見てもなんか偏りあるんだって思ったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱ話題性をやっぱその作ったりっていう意味で、やっぱ2年ごとぐらいには何かしらこの新しい製品じゃないですけど、そういったものは出していく必要があるのかなと思います。特にやっぱゲーム業界っていうのはすごい流れがね早い業界だと思うんで、そう考えてみて普段 Apple 製品のレビューとかしてるんですけども、例えばじゃあ iPhone って毎年新しいの出てるんですよね。だいたい9月に出るんですけど、毎年 iPhone だけ見てもそうだし、さらに Apple で他の製品、Mac とか、iPad とか、AirPods とかね、いろいろあるんですけども、少なくとも多分半年に1回とか、下手したら3ヶ月に1回ぐらいの新しい製品がこう出てくる。で出てくるたびにこう話題になって売れたりとかっていうのはあると思います。実際ね Apple でもそれぐらい出してるあるので、だ
からもちろんね、その任天堂もやんなきゃいけないってわけじゃないと思うんですけども、やっぱその話題性を作るっていう意味では2年ぐらいのスパンがやっぱりあるのかなって思います。であとやっぱゲームの幅を広げるためっていうところでも、やっぱその次世代のスイッチ、なんか必要になってくるところはあるんじゃないかなと思います。っていうふうに結構言われてるっていうのもあって、というのも今の仮にそのスイッチの性能だと、じゃあさらに楽しいゲームを提案するっていうのがなかなかちょっとやっぱ難しくなってきてるところはあって、2017年に出たものっていうのもあって、これはねプレイしてる僕自身も感じることではあるんですけど、特にやっぱ最近流行ったゲームとかはいわゆるマップがね結構広くていろんなところにね自由に行き来できる、いわゆるそのオープンワールドっていうねものが結構多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱそんだけ広い世界が必要ってなると、それなりにやっぱ処理能力も必要というか、特にやっぱゲームの中のその臨場感みたいなね、さらに感じるにはやっぱこの解像度がね、やっぱ画面その綺麗さとかでやっぱその臨場感を感じるっていうねあると思うんで、結構やっぱそのマップをねオープンワールドで広くしたりとか、キャラをなんかいっぱい増やしたりとか、表示人がバーいっぱいみたいなね状況になると、結構やっぱカクついたりとか、そういうのは結構聞きますね。格闘とかになると、僕が例えばよくやるフォートナイトとかねあるんですけども、そのバトルロワイヤルっていうなんか100人一気にバーってなんか広いマップに降りていって最後1位になるまで戦うみたいな感じなんですけど、ゲームによってやっぱりすごいカクつきがね感じる時は正直ありますね。これもぜひねちょっとコメントいただければと思うんですけど、やっぱりそのフォートナイトとかやってても、プレステ例えば4とかと比べてもですね、明らかなんかその画質とかはやっぱちょっと落ちるんですよ。元のねやっぱりそのスイッチの中身自体は5年前かそんなやっぱ変わってないっていうのはあって、やっぱただゲーム自体はやっぱ3ヶ月ごととかに結構フォートナイト大きなアップデートがあったりとか、結構そのアンリアルエンジンっていうものが入ってるんですけど、最近ちょっとなんかアップデートみたいなのも入って結構綺麗なんですよね。中身なんかどんどんその世界観がリアルになってきてるというか、やっぱ昔に比べてっていうところですかね。スイッチもじゃあさらにこの売れていくゲームをじゃあ作っていくってなると、次世代機のこともやっぱそろそろ考えるタイミングっていうのかね、いいんじゃないかなっていうところですね。やっぱその作れるゲームの幅っていうのが広がるんじゃないかっていうところですね。時代の流れ的に。ただもちろんその任天堂のお客さんってね、そのターゲットっていうんですかね、相手にするお客さんっていうのが結構幅広いっていうのがあって、ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまでみたいなところはあると思うんですよね。やっぱ性能はそのあえてその上げないみたいな戦略らしいんですよね。実際プレイステーション5とか、Xbox とかねシリーズ X とかかな、そこら辺と差別しようとしてるというのがその任天堂の特徴というか戦略みたいなところはあるんですけども、じゃあそうなってくると、じゃあそのスイッチプロみたいなね、じゃあ性能を上げた新しいものを出せばいいんじゃないかっていうのは結構意見とかね、そういった噂もあるんですが、それもやっぱ一つの手だと思います。なんですけど、おそらくそのスイッチプロみたいな方向性は、僕はいかないんじゃないかなと思ってます。理由としてはやっぱ先ほど話した通り、任天堂っていうね、会社のその戦略的というか、そこに重きを置いてる、性能に重きを置くっていうところじゃないんですよね。どっちかっていうとゲームに対するその親しみやすさみたいなところ、手に取りやすさみたいなところを重視してるんじゃないかなと思って、特にその任天堂の歴史からこれ見てみると面白いんですけど、つまりさっき言うターゲットですよね。要するに想定してるその買ってもらうお客さんみたいなところ、いわゆるそのガチゲーマーみたいなんじゃないんですよ。CM とかねよく見てみると分かりやすいと思うんですけど、ちっちゃい子がね例えばスプラトゥーンとかやったりとか、おじいちゃんおばあちゃんと家族でねなんか楽しんでるような映像が多いと思うんですよね。つまり求めてるターゲットとしてのお客さんっていうのは性能を求めてないんですよね。ゲームの性能はゲームのその楽しさみたいなところをね求めてるんじゃないかなと思うんですけど、本当にやっぱゲームをガチでねするんだと、そのゲーミング PC 組んだりとか、最近 Steam デックとかで出たんですけども、なんかスイッチみたいな感じでなんか性能が高いやつとかちょっとマジで欲しいんですけどそういうのもあるんですけど、またそもそも2年前ぐらいから今の例えばプレイステーション5とか Xbox のシリーズ X とかマイクロソフト高性能なゲーム機っていうのは実際もうすでにあるんですよね。2年前から。しかもそことそもそも競合しちゃうっていうのもあるし、じゃあ任天堂のその中で多分頭のいい人がそこに行くかなっていうのはあんま考えづらいんですよね。で実際ね、スイッチプロみたいなアップデートモデル開発中止の噂みたいなのもありまして、リンネマンっていう方ですかね、なんかデジタルファウンダリー社っていうなんかゲームの解析するなんか専門の会社みたいな、グラフィックとかなんかちょっと詳しくはよく分かんなかったんですけど、そういう方曰く、今のモデルをその強化するみたいな開発、スイッチプロみたいなイメージですよね。打ち切られたんじゃないかっていうことを話してました。そういうのが一応ニュースにもなってたりはしたので、この動画自体はゲームのなんか専門家の方たちだと思うんですけど、1時間ぐらいずっと話してる動画なんですけど、これ面白かったです。でも、もちろん英語なんですけど、ちょっと難しくてね、なんか僕も半分ぐらい何言ってるか分かんないんですよ専門的すぎて。でまたこの話の中でもあったんですけど、任天堂自体はその次世代のハードですね、いわゆる新しいゲーム系の移行っていうのはやっぱかなりその神経質になってるっていうか、そこはあると思います。というのもやっぱ過去にね結構失敗してるんですよ、任天堂も。これも見てみると面白いんですけど、例えば昔ゲームキューブっていうね
あったんですけど、僕もかなりドンピシャ世代なんですけど、スマブラばっかやってたけど、まあある程度もちろん売れたりはしたんですけど、やっぱ販売台数はそんな伸びてない。でその後に Wii っていうねゲーム機がね昔流行ったじゃないですか。これが1億台以上売れた、もうめちゃめちゃ大ヒットみたいな感じですよね。これも実際やっぱ家にあってやってましたし、でその後それに乗じてWii U っていうのがね実は出たんですけど、これ知ってました？僕もなんかあったなっていう感じはしたんですけど、これがいわゆる、ちょっとスイッチのね前のモデルの原型みたいなやつあるんですけど、あんまり多分ご存知ないと思うんですよね。僕もあんまなんか覚えてない。これね多分任天堂史上、最も売れなかったと言われてますハードウェアの一つですね。いわゆる黒歴史みたいなやつで、一応任天堂がですね販売台数をこれなんかね調べてみたら公式で出してるんですよ。多分株主とか向けにで出してるんですけど、一応スイッチが一番売れてるのかな、1億台以上。ちょっと見てみたいと思うんですけど、 3DS とかも結構売れてたと思いますね。とか言っちゃった。で今スイッチが大体1億台以上は売れてるっていう感じですね、世界で見て。で 3DS が大体7500万台、売れてますと。さっきでこの WiiU がじゃあどんぐらいかっていうと1356万台なんですよ。もちろんこれでも売れてると思うけど、あれみたいなけどその Wii がすごい売れたんですよね。流行りましたよねこれ。結構1億台ぐらい売れて、一応そのアップデート版みたいな感じで WiiU っていうのを出したんですけど、大ごけしてるんですよ、いわゆるね。 DS がこれで1億台か。これほんと売れてるな。ここら辺もいろいろあるんですけどね。ボーイとかもめちゃめちゃ世代だな、ここら辺めちゃめちゃやってたな。ゲームキューブもだから2000万台なんであんま売れてない。で意外だと64ってあんま売れてないんだな。多分あんま国内でしか売れてなかったのかな。ファミコンとか僕世代じゃないんですけど、 3DS もちょっと微妙だったのかな。でニュー 3DS みたいなのも実は出てて、これも、ちょっと失敗してるんですよね。いわゆるアップデート版、ちょっと性能を良くしてあげた感じなんですけど、で WiiU がスイッチみたいな感じなんですよ。もう原型みたいな感じですごくないですか。この組み合わせて遊ぶみたいなね、それぞれに映し出される画面を見ながらってね。でも冷静に考えたらこれ見えねえだろと思うんだよ。こんな両方人間見れないでしょと思うんだけど、ゲームパッドだけどなんかスイッチじゃねえ、どう見てもアミボでなんかすごいね。タッチすると性能的には多分 PS3 とかなのかな、結構性能良かったらしいんですよね、当時にしては。2012年とかに出たと思うんですけど、カラオケとかもねスイカでお買い物すごいよねでもこの時代にやるかっていう感じだよね。任天堂の層と多分合ってなかったんじゃないかなと思います。性能を高めてっていうのがね失敗だったのかな。この時代にしてはかなり TIC とか NFC センサーとかめちゃめちゃ入ってて結構良かったと思いますね。ただ質量が 1.5kg なんでめちゃめちゃ重いっていうラデオンね使用した高性能 GPU とかね、こう見ると結構当時にしては良かったんじゃないかなと思うんですけど、でも 500g だから結構やっぱ重いよなっていうのは正直こんな感じだったんですけど、はいなんで WiiU がおそらくダメだった理由としては結構やっぱその当時 PS4 が強かったみたいで、ちょっと先取りしすぎたっていうのもあると思うんですね。スイッチの出る5年前なんで、一番言われてるのはやっぱゲームソフトがあんまなかったらしくて、そういうふうに結構歴史をたどってみると、その売れたハード、さっきの例で言うとその Wii が結構バカ売れしたっていうところがあってからか、その WiiU を出したんだけど爆死するみたいな大失敗みたいな、あれみたいなそういうことがあったので、ちょっとすごい話長くなっちゃったけど、いわゆるじゃあスイッチプロみたいな形で性能を上げて出してくる可能性は僕は低いんじゃないかなと思ってます。歴史的に見ても。さっきのその互換性についても、次世代機の、どうなるかわかんないですけど、おそらく今のスイッチソフトがちゃんと遊べるような形、それになるんじゃないかと思ってまして、でさっきのその WiiU のところでちょっと話したところで言うと、やっぱりそのゲームがそもそも少なかったんですよね、遊べるゲームが。それがおそらく一番の原因なんじゃないかなっていうところがあって、で前のその WiiU の前のさっき言った Wii まではゲームキューブのソフトも遊べたんですよね、実は。使えたので、その当時にしては結構頑張ってたと思うんですけど、それが WiiU ではそのゲームキューブのソフトは使えないとか、 WiiU の専用のゲームがあって、それは例えば Wii で使えなかったりとか、めんどくさいじゃないですかそういうのなんで今回スイッチももちろん互換性はさすがに持たせてくるんじゃないかなと思います。で個人的にその性能なところは多分あんまり変わんないんじゃないかなと思ってまして、そのさっき見た過去のことから考えると、単純にその、4K 対応とかね、それぐらいはあるかもしれないですけど、少しそのグラフィックのね性能ですね、 B を上げてくるとか綺麗な映像を見せられるとかね、ただもう少しそういうのはないと性能重視ではもちろんないっていうところはね
競合しちゃうんで PS5 とかと。ただもう少し時代に即すぐらいはちょっと言ってほしいかなっていうのはあります正直ね。そこら辺もどうですかね、皆さんどう思うかぜひコメントいただきたいと思うんですけども、あんま変わんないと思います正直ね。いつ登場するのかっていうのが気になると思うんですけども、あくまでこれ予想ですけど、で今のこのスパン的にはやっぱりその2年ごとってことだと、早ければこの2023年のですね内に発表あるんじゃないかなと思ってます。おかしくないかなと思います。はい、で最初に話したやっぱその2年サイクルっていうのところとたりとか、なんで決算発表会とかで発表という形になるんじゃないかなと。ただその実際じゃ発売される時期っていうのはおそらく2024年とか5年とかかな。さすがに今の時代2年後ってなるとなんか廃れてる感じするんで、24年とかなのかなっていう感じはしますけど、1年後ぐらいのイメージなんで、すぐその登場していきなり買えるみたいな感じじゃなくて、僕らのその実際手に届くまでは発表してから時間があるんじゃないかなと思ってます。で実際にじゃあ初代のスイッチがですね2015年の3月に発表されてるんですね。で発売自体はさっき、最初言った2017年の3月なので、2年のスパンがある。確かその 3DS とかもね最初発表してから、登場まで確か1年ぐらいあったんですよね。なんでそういった形を取るんじゃないかなと思ってます。ただ今やっぱり時代の流れが早いので1年ぐらいが正直ちょっと限度かなっていうのはありますね。1年でも結構変わるんで2年経つとちょっときついんじゃないかなって思って、やっぱその今年やっぱ発表とかしといて、その株主を安心させるというか、もう新しいの作ってますよみたいなアピールですかね。未来の安心を示すみたいな。で過去のやっぱ事例から見ても大体最初につまずいたらもう売れないんですよね。ないんで、かなりそこら辺は神経質になってるはずです。かなり慎重に発表してくると思いますので、あるとしたらその任天堂のその決算発表会内で言うと思うんで、そこら辺もちょっと期待してみたいかなと思ってます。多分どうだろう、2023年のなんか後半になりそうな気がしますけどね、僕は。この辺注目ですね。注目して見ていきたいと思います。またなんか新しい情報あり次第ね、分かりやすく解説しようと思いますので、普段はねApple製品始めたレビューですね、正直にしたりとか、またこういったねお得情報だったり今後の製品のことですね、こういった情報ね見逃したくないよって方はぜひね今のうちにチャンネル登録お願いいたします。ということで今回もね最後まで見てくれてありがとうございました。違うわ、ぜひ感想とかねあればコメントいただければなと思います。少しでも役立ったと思ったらぜひねグッドボタンとかもねお願いいたします。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画ねお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。スイッチはね楽しみではありますけど、とりあえず今は僕はスチームデックが欲しすぎてめちゃめちゃ今悩んでます。スイッチみたいな形でパソコン PC ゲームがこの端末でできるみたいな、スチームっていうなんかプラットフォームがあるんですけど、ゲームがいろいろできるやつがあって、これがもうちょっとでかいんですけど、そのゲーミング PC ぐらいの性能があって、ちっちゃいんだけど高性能で、それが持ち運びできるっていうのね、パソコンゲームが。本当はパソコンないとできないのに、これがちょっと熱いなと思ってます。この辺を考えるとやっぱスイッチ性能を上げちゃうとそこと競合しちゃうんですよね。値段は6万ぐらいするんで、ちょっと倍ぐらいするんですけど、今の形をいい感じにアップデートした方がいいんじゃないかなと思います。戦略的には。個人的には性能上がってほしいんだけど、じゃあプレステ5変えようっていう話なんでね。はい。また何かあれば。よし。